皆さんこんにちは。10分でわかる本のまとめシリーズ、3100万円自己投資する人生学校が早く読んでおけばよかった最高と感じた本だけを約10分でまとめます。今回はすごいですよ。この動画1本に人生学校の全てを込めました。有料級です。田近栄一さん著、46億年の地球史、生命の進化、そして未来の地球です。早速人生学校的目次からいきましょう。46億歳の地球が奇跡である理由。2億年後から10億年後の地球は、15億年後から80億年後の地球は、この動画を見ると視点が変わるはずです。すると意識が変わります。意識が変わると生き方が変わってくるかもしれません。今回の本以外からの情報もたくさん集めてまとめてみました。それぞれ簡単に見ていきましょう。46億歳の地球が奇跡である理由。まずは早速宇宙から地球を見てみましょう。この画像は2022年12月27日時点での実際の惑星の位置を表しています。真ん中に太陽が存在して、その周り、外側に向かって水星、金星、地球、火星の順で太陽系の惑星が並んでいます。これらの惑星は常に太陽の周りを回っているので、お互いの位置関係はずっと同じではなく、常に変化しています。遠くから眺めてみましょう。太陽が小さくなりました。渦の形をしている銀河系と呼ばれている天の川銀河に地球があることがわかります。さらに遠くから見ると、他にもいろんな銀河があるんですね。この天の川銀河、数千億個の恒星が集まっています。渦の横幅の直径は約10万光年。光の速さで進んでも10万年かかる距離です。ちなみに1光年は光の速度で1年かかる距離です。距離で言うと約9兆5000億 km ですね。10万光年とはこの10万倍の距離です。ちなみに光の速度を目で見えるようにするとこんな感じです。地球の周りを光の速度で回転しています。1秒間で7周半です。こんな光の速度でもお隣の火星まで移動するのに約3分かかります。地球から火星へ光を飛ばすとこんなスピードです。左側から右側へ小さな光が移動しているの見えますか？左側が地球、右側が火星です。火星と地球の距離は約8000万 km。光の速さでも片道約3分。宇宙船だと片道約5ヶ月。ジェット機だと約5年かかります。ちなみに天の川銀河の中心部分には超大質量ブラックホールがあると考えられています。この質量は太陽の400万倍と言われ、光でさえも脱出できないほど重力が強いと言います。これがブラックホールの画像です。地球は銀河系の中心から2万6000光年離れたところに位置しているため、銀河系中心部に密集しているブラックホールに吸収されずに済んでいるのです。これは CG ではない実写画像です。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線カメラによって捉えられた天の川銀河より数千倍小さい銀河、ボルフランドマーク・メロレッテの一部です。これも同じ銀河です。これは地球から約2億9000万年光年離れた場所の5つの銀河が密集している写真です。これはハッブル宇宙望遠鏡が撮影したカリーナ星雲です。山脈から立ち上っているように見える蒸気のようなものは、この星雲から流れ出る高温のイオン化したガスやダストだそうです。こんな不思議な宇宙空間に小さな地球があるのです。0歳の地球から46億歳の地球で起こった主な出来事をごく簡単に説明します。生まれる前、ジャイアントインパクト、0歳、地球誕生、0歳から6億歳、生命の誕生、24億歳、大酸化イベント、39億歳、スノーボールアース、40億歳、カンブリア大爆発、43億歳、超大陸パンゲアが誕生、恐竜の登場、45億歳、恐竜絶滅、46億歳、人類の誕生。地球から見たら人類の誕生はまだ生まれたてなんですね。先ほどのジャイアントインパクトとは巨大衝突説とも呼ばれ、原始地球に惑星が衝突した結果、放出された地球の一部が約1ヶ月という短期間で集積して月になったと考えられているものです。
月自体にも多数のクレーターがあるように、星は衝突を繰り返す運命なのかもしれません。月にもほんとたくさんクレーターありますもんね。大酸化イベントとは、それまで無酸素状態だった地球大気に酸素が発生して酸素濃度が急激に上昇したとされる時期です。スノーボールアースとは全球凍結のことで、アイスの実みたく地球全体が凍結していた時期です。少なくとも3回あったことが分かっています。カンブリア大爆発とは突然の進化です。およそ5億4200万年前から5億3000万年前の間に突然現在のほぼ全ての多種多様な動物が突然出現したかのように見える現象なんですね。ちなみに太陽から見て地球より太陽側にある金星は平均表面温度は400度。太陽から見て地球より外側にある火星の平均表面温度はマイナス55度です。ムーンは月、プルトは冥王星、セレスは準惑星セレス、ヴィーナスは金星、マーズは火星、マーキュリーは水星、ネプチューンは海王星、ウラヌスは天王星、サタンは土星、ジュピターは木星、サンは太陽です。これくらい大きさが違います。それぞれ自転の向き、自転のスピードが違います。これらの星が絶妙な位置にいて太陽の周りを回っています。ちなみに地球は木星というガスでできた巨大な質量の星があるおかげで隕石が木星に引き寄せられて、その分地球に落ちなくて済んでいます。太陽でかすぎです。このように地球は生物が生き延びるのに必要なものが奇跡的に整えられている環境なのです。これは上側真ん中が地球、左下早く回転しているのが木星です。もし月がないというだけで、この地球の自転周期が高速になって、1日24時間が1日6時間になります。するとありえない暴風が吹き荒れて異常気象が頻発します。これは左側が月から見た地球、右側が地球から見た月です。左側の地球が影になるとき、街の明かりが月から見えるのが印象的です。人間は未だに葉っぱ一枚すら生きているものを作ることができません。生命が生まれること自体も奇跡ですが、地球自体が今存在していること自体も数多くの奇跡が重なっているのです。では地球の構造を簡単に見てみましょう。地球の中心に近づくほど圧力が高くなって温度が高くなります。中心に行くほどぎゅーっととんでもない圧力がかかっています。地球の内部、外殻部分に液体の鉄が渦を巻いて地磁気を発生させて地球の周りまで磁場を形成しています。地球自体が大きな磁石のようになっているんです。この地磁気のおかげで有害物質から守られています。そして今は北が N 極、南が S 極ですが、北が S 極、南が N 極になっている時期もあります。この反転は例外ではなく規則的に起こっている現象です。過去2000万年の間に約20万年から30万年ごとに極反転のパターンに落ち着きましたが、今は最後の反転から2倍以上の時間が経過しています。過去30億年の間に少なくとも数百回逆転が起こったと言われています。磁極の逆転が起こった場合、世界中のナビゲーションシステムは破壊され、太陽から有害な放射線が降り注ぎます。地球上のあらゆる生命が危険にさらされます。もし地球が太陽より少し遠い距離にあったら氷の世界、少し近い距離にあったら灼熱の世界です。絶妙な位置にあり、水もあり、空気もある、地磁気というバリアがあって守られています。まさに奇跡の星です。こんな地球ですが、過去には生物の大量絶滅が5回起こっています。巨大隕石の衝突などですね。6600万年前、恐竜を含む当時の地球上の生物の 75% が絶滅した原因は、時速およそ6万4000キロで地球に向かってきた直径 10km の小惑星巨大隕石の衝突と言われています。この時、数百メートルの高さの津波、山火事、時速965キロの風、少なくともマグニチュード 10.1 の巨大地震、大量の硫黄が放出されたことが明らかになっています。それが太陽を隠して地球の寒冷化へと導いたと結論付けられています。その後がメキシコ湾に直径200メートルの巨大クレーターとして残っています。ちなみに安心してください。同じ規模の小惑星が地球に衝突する確率は
1から2億年に1回だそうです。隕石、火山噴火、地震、台風、大雪、地下のマグマなどを見ても、地球自身がまるで生物のような気がしてなりません。2億年後から10億年後の地球は、結論からいきます。2億5000万年後、こんな感じの超大きな一つの大陸になっていると予測されています。その名も、パンゲア・ウルティマ超大陸。そうです。一つの大陸しかありません。日本はどこかというと、このイラストでは左上の方です。ほとんど現在のロシアと北朝鮮とくっついているように見えます。ちなみに2億年前はこのような姿をしていたのではと言われています。2億年前も2億年後も似たような形です。ちなみに2億年前から現在まではこんな感じに変わってきたと言われています。くっついて離れてを繰り返しているというわけです。では10億年後の地球はどうでしょう？こんな感じかもしれません。ネイチャー・ジオサイエンスに掲載された論文によれば、10億年後の地球では酸素濃度が現在の 1% 未満になるということなんですね。もちろん現時点での試算です。そして膨張する太陽が二酸化炭素を奪って植物を根絶やしにしていくと言います。太陽は核融合に必要な水素が減るにつれて活動を増して膨張していくという性質を持つようです。ですので、未来に進めば進むほど太陽から降り注ぐ熱は増加して地球は温暖化していくというわけです。ですので、早ければ3億年、遅くても6億年後には大多数の植物が属する C3 植物で二酸化炭素を必要とする光合成ができなくなって10億年後にはサボテンなどの多肉植物に代表される C4 植物も光合成が止まるというわけですね。光合成が止まれば植物は死滅してしまうので酸素を作る生物がいなくなってしまいます。そしてついに海がなくなり、プレートテクトニクスと呼ばれる地球の表面にあるプレートの動きが停止して地球磁場が消え、大気が太陽風に剥ぎ取られて大型多細胞生物が絶滅すると言います。15億年後から80億年後の地球は、15億年後は地球生命が完全に絶滅します。海が消えて地球生命が絶滅するのです。金星のように地球の表面温度が500度に達するようになります。時を追うごとに、さらに地球表面温度が上がっていくかもしれません。45億年後にはアンドロメダ銀河と天の川銀河の衝突が起こると言われています。アンドロメダ銀河が私たちの住む地球の天の川銀河と衝突することによって恒星誕生の頻度が上昇してそれらがやがて超新星爆発を起こします。超新星爆発とは星が最後を迎えて爆発する現象ですね。そして地球に強力な宇宙船が大量に降り注ぎます。80億年後、地球消失、膨張し続ける太陽に地球が飲み込まれて宇宙から消えます。ですが、この頃までにはとんでもないテクノロジーが発達して地球に似た他の複数の星に移住する技術が間違いなくできていると人生学校は思いました。おまけです。人類の脳は3回にわたって不連続に巨大化していて、その時期が大規模な噴火が起こっているタイミングであるという情報を YouTube で見つけたのですが、とっても興味深かったですね。公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。動画下にある概要欄から公式 LINE に登録してしばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、早く読んでおけばよかった、最高と感じた本のまとめを10分程度で1週間に1本配信しています。有益な情報と感じるものだけを厳選しています。10分で人生を変えたい方はぜひチャンネル登録お願いします。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上が今でしたら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴いただけます。ピンときた場合はクリックしてみてくださいね。今回の田近 H さん著46億年の地球史生命の進化そして未来の地球には地球の歴史や生命の進化について詳しくわかりやすく書かれていますので、興味のある方はぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたが地球で暮らす人生は期限付きのとっても貴重な時間です。
ちなみに2億年後、地球は存在していると思いますか？もしよかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。